皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。今回は唐津に来ています。唐津は唐への津と書き、古代より大陸との交易港として栄えてきました。ここには茶の湯の文化と歴史があります。茶の湯を巡る唐津の旅、最終章となりますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。まずは美しい庭園と由緒ある茶室を保有する金勝寺に参りましょう。唐津駅にほど近い臨済宗南禅寺派の禅寺です。金勝寺は豊臣秀吉の命により築かれた幻の名所、名古屋城とゆかりが深いお寺で、また唐津藩の最後の藩主となった小笠原家の菩提寺でもあります。もう一つ、浄瑠璃の曽根崎真珠の作者である近松門左衛門が幼少期学んだお寺としても有名です。迎えてくださったのは当代17代となる和尚様。まずはお庭を眺めさせていただきました。実は和尚さん、ものすごい骨董好きで茶道具のコレクターでもあります。そのお話は後ほど。本堂に上がって全体を見渡します。枯山水庭園の舞鶴園が一望でき、なんとも開放的で心地よい風が通り抜けます。この庭は豊臣秀吉が唐津滞在中、側近として随行していたそろり新左衛門による策定と伝えられています。お庭の砂は海を表し、虹の松原や西の浜など唐津湾の風景を模して作られたそうです。ここから見る景色はまるで一幅の絵のようです。お庭の一角にあるお茶室、蓮華庵にご案内いただきました。お釈迦様と歌唱尊者の物語、蓮華未生から名付けられたそうです。ここには3基の織部灯籠があります。蓮華庵は小笠原港の茶室を宋編流の人々によってここに再興されたもの。普段は一般公開されていないのですが、今日は特別に上がらせていただきます。まずは床の間を拝見。お塾は後ほど伺いますね。手前座も拝見いたします。四方釜がかけられていました。四方釜は宋編流の祖である山田宗編が千利休の孫宗旦の下で学び、独立をした際に宗旦から贈られたいわれのある釜です。そうです。実は今日その宋編流の唐津支部の方からお茶を一服いただきます。お道具の組み合わせは和尚さんがしてくださったので、お軸について伺いました。夢の中の夢。夢の中の夢。夢っていうのは見てるときははっきりしてるんですけど、覚めてしまうともうすっからかんと忘れてるでしょ。だから物事っていうのはね、後を引きずったらいかんということなんです。前後の教え、やっぱり深いです。煩悩を抱えたときはこの言葉を思い出すようにします。花入れはまだら唐津の耳つき、お花はアジサイとホタルガヤです。黒柿で作られた香合は虹の松原を思わせますね。唐津焼を楽しみに来られると聞いていたからくどいようだけど、唐津で用意しましたよと和尚さん。水差しは朝鮮唐津で、蓋置きや懸垂もすべて唐津焼。こちらの意を組んでくださった心遣いに感謝です。お菓子はこの季節ならではの水無月です。唐津第2部でご紹介した海華堂さんのご製だそうです。このチャンネルでは初めてとなる宋編流のお手前、楽しみです。宋編流の有名なお話に赤穂浪士の討ち入りがあります。赤穂浪士の一人、大高源吾が身分を偽って入門したのが宋編流。そこで吉良上野介が開催する茶会の日の情報をつかみ、討ち入りが決行されたのです。日本人に愛されてきた
忠臣蔵の物語に宗編流はこのような関わりがあったのですね。唐津の地に宗編流の茶風が伝わったのは1818年に小笠原家が唐津藩の藩主となったことから始まります。その小笠原家の茶道として宗編流5代山田宗春もこの唐津に移り住んだのです。それ以降江戸幕府が幕を閉じるまで大家元は小笠原家の茶道を務め、その後もしばらく唐津で門人を育てられたため、その教えが今日まで脈々と受け継がれているのです。お茶が出ました。ではお手前頂戴いたします。お嬢さんもおしゃべりだけはしてよって言って。わあ、とっても美味しい。本当に美味しい。この一服のお茶に癒されます。唐津の茶碗は西岡小十さんの作だそうです。カメラマンの笑みにもせっかくだからどうぞとお嬢さんのご配慮、お優しい。笑みの茶碗は中里重俊さんのお作品。唐津焼は何といってもこの土味がいいですね。お茶名を紹介してくださいました。星の縁の森の白だそうです。後でネット検索して分かったのですが、宗編流悠々斎宗匠のお好みでした。おなつめとお茶杓の拝見を所望したところ、盆に乗せて茶杓筒も一緒に出されました。これは初めての経験です。宗編流ではお道具の拝見は拝見本を使ってこのように出されるそうです。おなつめ、お茶杓、茶杓筒を一つ一つ拝見し、名や作者を伺いました。流派が違うと勝手が分からず戸惑ってしまうことがあります。素直に分からないのでよろしくお願いしますとご挨拶をすれば、お嬢さんや唐津支部の皆さんのように親切に教えてくれます。茶の湯の精神はおもてなしの心。その心を大切に受け止め学べばよいのです。宗編流のお手前でおいしいお茶をいただいてすっかりくつろいでしまいました。この後和尚さんのコレクションを見せていただきました。歴史のあるお寺だけあり、代々引き継がれてきた茶道具は美術館のごとくでした。残念ながら公開をしていないので今回の動画ではお見せできませんが、いつか一般公開をしてくださる日を期待しましょう。豊臣秀吉が名古屋城に滞在した際に使用していた茶釜、年下釜も非公開の時報ですが、毎年11月末または12月初めに行われる開山期で使われるそうです。その際に茶筅供養も行われているそうなので、そのあたりに訪れるのもいいかもしれません。今日は運よく眼福に恵まれたことに感謝です。帰りは鏡山によって展望台から唐津湾を見ることにしました。玄界灘に浮かぶ島々が見えますね。これが中里太郎右衛門記念館にあった南間、そして金正寺の舞鶴園から見る景色です。この海の先にある大陸から茶が伝わり、焼き物が伝わってきたんですね。なんだか感慨深いです。皆さんいかがでしたでしょうか。唐津の茶の湯を巡る旅は素敵な方々と出会った実りの多い旅でした。皆さんも機会があったらぜひ唐津へどうぞ。歴史と文化、自然とグルメを楽しんでください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。